世界一面白いアクション RPG。これを目標にゲームを作ります。最近ね、YouTube 見てたら、おすすめでね、急上昇ゲームクリエイターっていう見出しがね、ちょっと目に飛び込んできたんだけど、ゲーム実況者さんとかがね、紹介されてるんだよね。今だったらオーバーウォッチ2とかの人とか、今この人伸びてるんや、みたいな感じで特集されてたんだけど、なんていうかね、ゲームクリエイター。いや、わかる。クリエイターってちょっとね、広い意味がいろいろあるからね。わかるんだけど、ゲームクリエイター、ちょっとモヤモヤしたよね。YouTube 大好きハイタカです。今回なんですけど、バグとか想定外の動きを見つけたときによく使われるワード。それ仕様です。仕様ですっていうね、激強ワードがあると思うんですけど、こういう強い言葉ってね、やっぱ使い方考えないと危ないんですよね。つい先日も、仕様ですっていうワードを使いたくなっちゃった瞬間っていうのがあったんで、ちょっとね、その時の話したいと思います。うちのチームでは、毎朝ね、朝会っていうのを一応やってるんですよね。朝の10時から、僕とプログラマーの三成さんの2人でね、ディスコードつないで、今日の作業とかタスクについて話すみたいな、やってるんですけど、そこでね、ある日突然、三成さんがね、言ってきたんですよ。チュートリアルの敵、スルーする方法を見つけました。そう、このゲーム、最初1戦目がね、チュートリアルになってて、初めてプレイする人は必ずこのチュートリアルをクリアしないといけないっていう作りになってるんだよね。そのチュートリアル敵をスキップできてしまうっていうことで、もうこれ明らかバグやんっていう話なんですけど、これがね、どうやるかっていうと、めちゃくちゃ簡単なことなんですよね。言われてみるまで気づかなかったんですけど、この崖にね、敵を誘い込んで、殴って、ノックバックで崖下に突き落とすっていう。一応、このゲーム落下死っていう概念があって、プレイヤーとかもね、落下死するんだけど、この崖の下の方にね、キルボックスを配置してるので、そこにキャラクターが触れると、HP が0になって死んでしまうっていう仕組みがあるんだよね。で、基本的にチュートリアル敵って落下死以外だと、チュートリアルをクリアするまでは絶対死なないっていう仕様が入ってるんで、もう落下させた時点でね、プログラム的には想定外の状態になっちゃうんですよね。なので、残されたプレイヤーは、チュートリアルが終了していないのにもかかわらず、次のエリアですね。ガチ戦闘エリアに放り込まれることになってしまうと。これね、プログラム的にはね、どっちも仕様通り動いてくれてるんですよね。チュートリアル用の敵は、通常攻撃では死ぬことがないっていう仕様もちゃんと動いてるし、すべてのキャラクターは、キルボックスに触れると死んでしまうっていう仕様もちゃんと動いてる。で、チュートリアルの仕組み自体も最初の敵に紐付けてね、発生するようになっているので、チュートリアル用の最初の敵が落下死でフィールドから消えてしまった場合は、チュートリアルも綺麗さっぱり消えてしまうと。もうね、すべてちゃんとプログラミングした通り、仕様通りに動いてるわけなんですけど、ゲーム体験的に見るとね、全然ダメですと。そもそも最初の設計がね、良くなかったわけですよね。で、この問題って、基本的にどう解決しようかっていう話なんですけど、一番悪いのって多分、チュートリアル敵が崖から落下しないようにするっていうことだと思うんですよね。崖の構造を変えたりして、もう物理的にね、登れないようにしちゃうとかが一番悪いかなとは思ったんですけど、ちょっとね、いろいろ考えて、その手法は取らないことにしました。まず、この崖って、今回の体験版でね、ゴール地点になっている、韓流の形状っていうロケーションがめちゃくちゃよく見える場所なんですよね。あれが見えることによってプレイヤーのモチベとかね、ワクワク感がかき立てられてプレイングにも張りが出るということを狙ってるわけなんですが、そうなってくるとね、この崖の縁もうキワキワまで歩けるようにしときたいんですよね。できる限り自分の足で近くまで行って韓流を眺めると。これはかなり大事なことです。プラス別にね、そのチュートリアル敵を殺せてしまうこと自体は問題ないなって思ったんですよね。むしろ殺せる方が面白くないですか？ソウルシリーズとかでもよくありますけど、こいつ攻撃できちゃうんだみたいな。味方 NPC とかね、もう普通に殺せたりするじゃないですか。殺した後に後悔するみたいなね。そういうできてしまうことっていうのは別にあってもいいなって思ったんですよ。むしろあるべきだと思ったんですよ。じゃあその場合問題になってくるのは何かっていうと、チュートリアルが途中で終わってしまうことが問題なわけですよね。なので新しく仕様を追加してポーズメニューからいつでもチュートリアルのウィンドウをすべてね、読み直せるように変更しました。
プラスでチュートリアル敵を見事落下死させた人には、こんな感じでね、ポーズメニューからチュートリアルは読み直せますよというウィンドウを表示するようにしました。これで万事解決ですよね。本来のチュートリアルはウィンドウを見ながらね、実戦で敵と戦って覚えていく感じなので、落下死させちゃった場合はそれをね、文章を読むだけで終了になってしまうので、少し理解度は下がっちゃうかもしれないんですが、最低限ね、操作方法は覚えることができるので、2人目の敵から、ちょっと実戦でね、苦しみながらどんどん上手くなっていってくださいということですね。むしろそういう問題よりも、チュートリアルの敵をね、無理やり落下死させて殺すことができたっていう変な満足感、変な達成感をね、味わえるようにしておくことの方が重要なのかなと思いました。ちなみに RTA のプレイヤーさんたちもこういうテクニックは使った方がいいかもしれないですね。というわけで今回結論としては、想定外のね、挙動が起きてしまったんですが、むしろそっちの方が面白そうなので、無理やりそれをしようということにしてみました。という動画でした。皆さんもね、それしようですよっていうワードを使うときは、この言葉ね、めちゃくちゃ強いワードなんで、ぜひ取り扱いには注意してください。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。